宿屋がたき。ある町の宿屋に侍が一人入りました。お侍様、一泊ですか？私は伊八です。何でも申し付けてください。侍は伊八に心づけを渡しました。静かな部屋がいい。昨日の宿も、おとといの宿も、うるさくて、全然眠ることができなかったから。それは災難でしたね。では、奥の部屋へどうぞ。同じ宿に3人の町人が入りました。3名様ですか？伊八です。何でも申し付けてください。おい、伊八、酒をたくさん持ってきてくれ。それから、芸者もたくさん呼んでくれ。いくら安くても構わないよ。いや、たくさん芸者を呼んだら絶対高いですよ。まあ、とりあえずこちらへどうぞ。伊八は3人を奥から2番目の部屋に案内しました。しばらくして3人の部屋にたくさんお酒が来て、芸者もたくさん来ました。芸者は三味線を弾いたり、歌ったり、踊ったりして、3人も大きい声で歌ったり、踊ったりしました。伊八、伊八。奥の部屋の侍が呼びました。はい、何ですか？伊八は急いで奥の部屋へ行きました。伊八、私はお前に心づけを渡した。はい、もらいました。何のために渡した？静かな部屋が欲しいからだ。なんだ隣の部屋の客は。うるさすぎる。ああ、そうですね。ちょっと注意します。伊八は急いで隣の部屋へ行きました。お客さん、すみませんが、もう少し静かにお願いします。どうして？隣の部屋のお侍さんがうるさいと言っています。侍？それを先に言ってくれ。侍は嫌いだ。いつも人殺しの道具を持っている。仕方がない。静かにするよ。さあ、芸者さんたち、帰って帰って。芸者はお金をもらってすぐ帰りました。3人は面白くありません。つまらないね。隣が侍だ。仕方がない。何か静かにできることをしましょう。相撲はどう？いいね。静かにな。それで3人は相撲を始めました。はけよい。残った。残った。残った。やった、勝った。壁に穴が開いた。まあいい。もう一度だ。残った。残った。残った。へい。やった。伊八、伊八。また侍が呼びました。はい、何ですか？伊八はまた急いで奥の部屋へ行きました。伊八、私はお前に心づけを渡したな。はい、もらいました。何のために渡した？静かな部屋が欲しいからだ。なんだ隣の客は。また騒いでいる。ああ、わかりました。もう一度注意します。伊八は
急いで隣の部屋へ行きました。お客さん、お願いしますよ。隣のお侍さんが怒っています。壁に穴が。はいはい、すみません。今から静かにします。じゃあ、みんな、もう寝ましょう。イハチ、布団を用意してくれ。3人は布団に入りましたが、全然眠くなりません。つまらない。隣が侍だ。仕方がない。じゃあ、何か話をしましょう。女の話はどう？経験ある？おいおい、お前は私たちの顔を見たことがないのか？どれも経験がある顔じゃないよ。いや、私はある。3人の中の一人、源兵衛が言いました。私は昔、侍の奥さんと浮気して、50両盗んで、2人殺したことがある。は？嘘だ。源さん、嘘はよくない。本当だよ。この話、聞きたい？うん、聞きたい。聞きたいね。それで、源兵衛は女の話を始めました。8年前、私が小間物屋だった頃の話だ。小柳彦九郎という侍の屋敷によく行っていた。乗客だった。いつもは使用人と話すが、ある日、使用人がいなかった。上品な美人がいて、私に言った。小柳の妻です。奥さんだった。いつもありがとうございます。お礼にお酒を少しいかがですか？私は仕事中だからと断ったが、奥さんはもう酒を注いでいた。一口だけ。さあ、どうぞ。じゃあ、一口だけ。と言って、一口で終わるはずがない。私も奥さんもたくさん酒を飲んだ。今日は、使用人さんたちは？近所の神社で祭りがあるでしょ？みんな出かけました。主人も今日は帰りません。そうですか。実はね、あなたが初めてうちに来たとき、使用人たちが噂していました。とっても素敵な方だと。それはどうも。それでね、2回目に来たとき、私、隣の部屋からちらりとあなたを見ました。その瞬間、私、あなたにすっかり一目惚れしてしまったんです。おい、ちょっと待て。え？源さん、その男、誰？私だよ。聞いていなかった？ちゃんと聞いていたよ。だから変だと思ったんだ。源さん、8年で顔が崩れた？崩れていないよ。8年前も同じ顔だ。まあまあ、嘘でも何でもいいよ。眠くなるまでの暇つぶしだからな。源さん、続けて。ふん。私には女にしかわからない魅力があるんだよ。そう言って源兵衛は話を続けました。奥さん、そんなことを言ってはいけません。あなたは侍の妻で、私は
町人です。ご主人が知ったら、私を切るでしょう。いいえ、主人が知ることはありません。安心してください。今は私とあなただけ。それで私は遠慮なく、おいおい、源さん、その展開は無理がある。もうそうだな、恥ずかしい。でもまあ、最後まで聞いてあげましょう。私は遠慮なく奥さんと浮気して、さあ帰りましょうという時だった。急に戸が開いて、若い男が現れた。屋敷の主人、小柳彦九郎の弟だった。お前は誰だ？姉さんに何をした？違います、これは。姉さんは黙って。弟は怒って刀を抜いた。私は抵抗した。揉み合っているうちに、刀が弟の胸に刺さった。弟は死んだ。奥さんは悲鳴を上げた。はあ、なんて恐ろしいことを。ねえ、一緒に逃げましょう。ここに50両あります。これで遠くへ行きましょう。奥さんは私に大金を見せた。それで私は奥さんを切ってその金を盗んで一人で逃げた。え？待って、どうして奥さんを切った？意味がわからない。そうだよ、奥さんは切らなくてもいい。だって女がいたら足手まといだ。一人の方が早い。だから今もこうして元気に生きている。ひどい男だな。もしそれが本当だったら友達やめるよ。でもちょっと羨ましいな。私もモテたい。一度でいいから女から言い寄られたいよ。まあ、もし本当だったら羨ましいな。羨ましい、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 羨ましい。いはち、いはち。またですか。伊八は急いで奥の侍の部屋へ行きました。伊八、私はお前に心づけを渡したな。はい、もらいました。何回言うんですか。隣の客でしょ。はいはい、もう一度注意します。いや、待て。私は一つ謝らなければならない。私は宿帳に嘘の名前を書いた。私の本当の名前は小柳彦九郎だ。8年前に妻と弟を殺した犯人を探して旅をしている。そうですか。頑張ってください。実はその犯人がやっと見つかった。本当ですか。よかったですね。隣の部屋だ。源さんという男が今自分で話していた。私の妻と弟を殺した犯人だ。間違いない。切る。ちょっと、ここで切らないでくださいよ。宿で殺人事件があったら評判が悪くなりますから。どこか他のところで切ってください。わかった。では、明日の朝、日本橋の下で決闘だ。他の2人が助立ちしても構わない。3人一緒に切る。隣の部屋へ行って、
そう伝えてくれ。それから、イハチ、お前は朝まであの三人を見張ってくれ。もし一人でも逃げたら、私はお前を切る。わかったか？はい、わかりました。イハチは急いで隣の部屋へ行きました。大変です。隣のお侍さんが。ああ、また忘れていた。今から静かにするよ。それどころじゃありません。どの人がゲンさん？私だけど何か？あなたは8年前に侍の奥さんと弟さんを殺しましたね。え、イハチ、お前も聞いてた？こいつのほら話。私じゃありません。隣のお侍さんです。仇が見つかったと言っています。8年前にあなたは妻と弟を切った。仇だと。明日の朝、日本橋の下で決闘だと言っていました。え、まさか。源兵衛はびっくりして青ざめました。いや、実は、あれは私の話じゃない。旅の途中で聞いた話だ。仇は私じゃない。やっぱり嘘か。この嘘つき。許してくれ、イハチ。隣の侍に全部嘘でしたと言ってくれ。それでイハチは侍の部屋へ行って伝えました。しかし侍は納得しません。いや、あれは仇だ。明日、決闘だ。絶対に許さない。イハチは3人の部屋に戻って伝えました。無理です。納得しません。すっかり怒っています。はあ、私の人生は終わった。源兵衛は泣きました。他の2人が助立ちしてもいいと言っていました。一緒に切ると。イハチが言うと、2人は首を横に振りました。助立ち？しないしない。この嘘つき一人が悪い。悪いが、源さん、一人で死んでくれ。私たちは関係ない。ひどい。私たちは友達でしょう。せめて最後を見とってくれよ。3人はすっかり静かになって、その晩少しも眠ることができませんでした。次の朝、侍は普通に旅支度をして部屋を出ました。あのー、隣の部屋の3人、何時ごろ日本橋の下へ連れて行きましょうか。イハチが聞くと、侍は笑いました。あれは嘘だ。私は小柳ではない。妻は元気だ。嘘？どうしてそんな嘘を？私もあの3人も全然眠れませんでしたよ。おかげで私はよく眠れたよ。心づけを渡した甲斐があった。そう言って侍は去っていきました。